ちは、サイバです。このチャンネルではヨガや脳科学、メンタル、時には武術に関する解説動画をメインに取り扱っていきます。今回は本チャンネルの核となるヨガについて解説をしていきたいと思います。皆さんはヨガに対してどのようなイメージがありますか？体のあっちもこっちも伸ばすストレッチのようなイメージでしょうか？瞑想？フィットネス？それともヨガといえばホットヨガでしょうという方も多いと思います。真面目なことを言ってしまえば、本来ヨガというものは感覚器官を制御し、心の働きを死滅させ、下脱に至るための修行法なのです。と言われてもよくわからないですよね。そこで今回は、そもそもヨガは一体誰が何を目的として作ったものなのかについて分かりやすく解説していきたいと思います。それにはまずはヨガの成り立ちについて知らなくてはいけません。ヨガが誕生したのは今から4500年前のインダス川流域、よく中国4000年の歴史と言われるものに似ていますね。この何千年というものに根拠ってあるのでしょうか？それがあるんです。その根拠として考えられているのが、インダス川流域に形成された都市国家モヘンジョダロの遺跡から発見されたあるハンコなんです。何のハンコでしょう？それは実は瞑想をしている人の絵が彫られたハンコだったのです。これすごく面白くないですか？4500年も前に突如として瞑想をしている人のハンコが出てきたことが。それも見つかった瞑想修行者のハンコは一つではなく複数、しかも全て同じ時代に作られたもの。この瞑想修行者のハンコの発見を根拠として、ヨガ的なものがこの時代に出来上がったのではと考えられるようになったわけなのです。ではなぜこの時代を境に突如としてこのような瞑想修行者のハンコが登場するようになったのでしょうか？これには何か隠された秘密がありそうですね。その謎を解明すべく当時の歴史を振り返ってみましょう。4500年前のインド・パキスタンのエリアはまさにインダス文明の時代。この時代、多くの人々が水を求めインダス川流域に移住してきました。早くに移り住んできた人たちは良い土地に恵まれ、遅れて移り住んできた人たちは不毛の土地しか残されていませんでした。当然不毛の土地では作物は育ちにくく、やがて遅れてきた者たちは良い土地に恵まれた者たちに仕えることで生活を賄うようになっていきました。その結果、雇う者と雇われる者という主従関係が次第に出来上がっていき、この頃から格差が急速に広がっていくのでした。そこで生まれたのが、そう、ストレス。ストレスが増えてくると心を病んでしまう人たちが増えてきます。今も昔も変わりませんね。現代で言えば、特にリーマンショックの後、世界全体が不況に陥った時、流行りだしたのがマインドフルネスでした。ちなみに当研究所の辻も流れに乗じて関連書籍を出させていただいております。と不況でマインドフルネスが流行ったように、古代の人たちも次第に心を病み、そのストレスを何とか解消したいと思い、山にこもりそっと瞑想を始めるようになったのだと考えられています。そうした当時の世相をハンコに反映させたのかもしれません。いずれにせよ、ストレス解消を目的にヨガ的なものがこの頃に誕生したことは十分考えられます。その後ヨガは時の修行者たちによって何千年という長い年月をかけてアップデートを繰り返していきました。当時は体の状態を計測する装置などありませんでしたから、修行者自身の体が計測器そのものでした。それは料理の世界にも通じます。美味しいものや体に良いものは残り、まずいものや体に悪いものは時代とともに排除されていきます。
ヨガも同じで、役に立たないものは省かれ、より良いものだけが残されていきました。実際初めは瞑想しかありませんでしたが、その後呼吸法やヨガのポーズも追加されていきました。こうした長い歳月をかけて育まれてきたヨガですから、心身を病んだ現代人のリラクセーション法として用いられたり、またアスリートのここ一番での自己コントロール法などにも応用されるようになっていきました。ちなみに諸外国で一番初めにヨガを自己コントロール法として取り入れたのは、旧ソビエトの宇宙飛行士たちと言われています。今ではあらゆる分野で活用されているヨガですが、ここに至るまでには代々のヨガ行者たちが身をもって実験を繰り返してきた数々のトライアンドエラーがあったのですね。以上、ざっとヨガのルーツを解説してきましたが、当然1回で収まるテーマではありませんので、今後も機会があればヨガの歴史について解説をしていきたいと思います。もしこのチャンネルが面白そうだなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録、X のフォローをどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。